おテンションいかがですか？ Welcome back to my channel。ファッションウィークについて話していきたいなと思って、で9月いっぱい10月ちょっとでビッグ4っていうファッションウィークが終わりまして、来年の春夏コレクションがやっと9月初めでニューヨークから始まって、ロンドン、ミラノ、パリでこう続けてって10月ちょっとで終わったんだけど、カンニングをしながらファッションウィークについて総まとめというか、もう本当省略しながらバババって言っていこうかな。まず紹介をしたいチャンネルとアプリがあるんで、ぜひこう私が言ってることと照らしながらこう先にYouTube でも FF チャンネルっていうチャンネルで FF チャンネルでこう特別にそのランウェイを全部撮影してYouTube に載せてるんだけど、ここに載せれないからね。こう載せたら売っとられるから、まだ人気じゃないから私で。もう一つが面白いのはVogue のランウェイっていうアプリで、そのアプリだとこうコレクション一つ一つこう拡大もしながらこう保存したり、こう自分があまり知らないブランドとかをあえて見たらすごい面白いんで、今日言っていくのはこう一番話題性のあるこうブランドとか、自分が好きなブランドとかをピンポイントでカンニングしながらやっていきます。まずニューヨークファッションウィークインスタで NYFW っていうハッシュタグがあったりするんだけど、結構それはニューヨークファッションウィークの省略で、結構そのニューヨークで行ってる人たちがそこでアップしたり、ブランドがそこにアップしたりとかするから、すごい面白いストリートスタイルとかも見れるから、ぜひインスタでそのハッシュタグ見ながら、そのついでに私のフォローをしてください。でニューヨークファッションウィークはトム・フォードで始まって、いつも出されてるセクシーな女性っていう、もうすごい綺麗なラインのジャケットとか、すごい綺麗なラインを作ってるブランドなんだけど、トム・フォードはグッチの方が好きだったのかな。あまりトム・フォードの店にあんまり入ったことないんだけど、グッチだった時の方が好きかな。なんでグッチ出たんとか思う。ジェリミー・スコットとかジェイソン・フーだと思う。ジェイソン・フーとかもすごい自分がすごいいいなと思ったランウェイの一つだったし、自分が好き、自分の好みなんだけど、カロリナ・エヘラっていう人とハフ・ローレンが結構面白いなっていう感じだったんけど、一番もう話題になったのはリアナが作ったランジェリーのライン、いろんな人種とか、すごい妊娠してた女性とか、すごい印象的だったし、もう一つ印象的だったのがニッキー・ミナージュとカーディ・ビ喧嘩が一番話題性になってて、そうニューヨークファッションウィークで156個のコレクションが行ったんだけど、一番話題になったのがそのリアーナのこう新しいランジェリーラインプラスニッキー・ミナージュとカーディビの喧嘩、自分が結構そういう喧嘩の情報が好きだから、こう喧嘩ばっかり、なんで喧嘩したんとか思ってて、なんで喧嘩したいと思ったら、この下になんで喧嘩したんか教えるんで、この下にコメントを入れてください。で次はロンドンファッションウィークで、ニューヨークみたいに156じゃなかったんだけど、88個のコレクション
行った少ないんちゃうとか思うんだけどまあ自分は経験したことないんだけどもう1週間ずっとあちこち行ってもうコレクション全てを行ってとかもうそこだそこらへんそこで働いてる人はもう早終わってとか思ってると思うんだよね。で次はロンドンファンストリート私が注目した点だけどビクトリー・ベッカムのブランド最初は歌手がブランド立てるんかとか思った時にどうなんかなとか一瞬思ったんだけどすごい今人気が出ててプラスにもうジャケットのラインが服のラインとかジャケットとかすっごい綺麗に作ってるからすごい面白いブランドだなとか思ったんだよねビクトリー・ベッカムでもう一つがジェニー・パクハンすごいもう自分はキラキラが好きだからすごいもうロングの綺麗なキラキラしてるドレスとかが2つしか見なかったんだけどその2つがすごい綺麗でその後あまりどうでもいいかなとか思ったんだけどでその次にバーバリーのコレクションで前ジバンシのデザイナーだったリカルド・ティッシーが担当になってこのデザイナーになってどうなるんだろうとかも自分的な感じはすごいリカルド・ティッシーのスタイルは好きでちょっと若干黒っていう結構綺麗なイメージでバーバリー行ってどうなるんだろうって思ったんだけどランウェイでは結構バーバリのブラウン系とかも残しつつ若干リカルド・ティッシュのこういうデザインとかそういう少し残しつつのやっていたんだけど全然広告宣伝とかで今アップしてる写真とは若干違う系列のコレクションだったんだけど若干ゆっくりそのデザイナーのスタイルを取りながら若干ブランドをちょっと新しくするのも面白いんかなって思った時にセリーヌが出てくるけどセリーヌは後で話す時最後らへんになるから最後まで見てあとはエルデンとか結構面白いブランドがいっぱいロンドンにあって結構若い世代向けに結構ブランドがいっぱい作ってて40代とかもっと大人世代にこういう本当に買える人がねの商品が少なかったイメージなんかなと思って一応 FF チャンネルに入って自分が知らないブランドとか、自分と全く違う意見になるかと思うから結構そこでチャンネルFF チャンネルこのさっき言ったチャンネルとかアプリとかで見てどういうイメージか自分が全然見たことないブランドとか自分大体全部見たんだけど時々あれこれ見たんだけど違うブランドみたいなっていうことも何回かあったんだけど結構自分と全く違う意見出るかもしれないのでこの下にコメントもしてくれたらなるほどこういう考え方もあるんだね結構今問題になってるのが投資家さんとか投資家してくれる人とかはそういう結構今物作るには
すごい難しい時期になってて、結構口挟むと思うんだよね。だからデザイナーさんとかもこうなんかプレッシャーの下で売れるものプラス自分のスタイルプラスこういろいろプレッシャーの上で仕事してるから、なんていうんかな、まあこうみんなが買えるようなものは出回るとは思うんだけど、そこまでそういうこう芸術さとかこうはっってなるあんまり生み出してないから、だからグッチとか好きなんだよね。こうなんかグッチのデザインが変わってもう自分でやりたいようにはしたいみたいな感じですごい新しいこうものをこう見せたり、すごい面白いこうコレクションを作ったりとかして、それで面白いなっていうのがグッチだと思うんだけど、その他のブランドは結構経済的な圧力的な感じで、いろいろ頑張ってるんかなとか思って。でミラノファッションウィークで64コレクションを行ってて、そうだからまあ数とか関係ないんだねとか思って、ニューヨークではもう大量にあって、ロンドンでまあちょっと減って、でミラノで64、若干少なめで本当に面白いブランドがいっぱい出てきたのね。まあ自分の好みっていう部分もあったんだけど、面白いすごいもう常に最高だと思っているブランドのジルサンダーっていうブランドで、もうすごいもうジルサンダーはセリヌのことがそうなんか前のセリヌをこう想像したら綺麗なこうカットで、そのセリヌを着る女性はすごいかっこよかったんだよね。でもセリヌはもう若干明るめの色合いだったのね。でもジルサンダーもこうゆるっとしてるかっこいい感じの女性だったんだけど、もっとなんて言うんだろう、グレーとか黒とかモノトーンだったのね。白とかグレーとかがもっと暗い色とか、ちょっとかっこいい女性、強い女性のこうコレクションで、まあ自分はジルサンドもセリーヌとか変わんないけど、こうセリーヌはすごいこうかっこいいこうファッション性で、でも明るい色で、ジルサンダーはちょっとかっこいい女性でちょっと暗いめの色っていうイメージで、ジルサンダー以外にフェンティって感じで、プラダ、モスチのカルバリとか、こうもうほんとさっき言ったんだけど、見すぎてあれこれ見たんちゃう私みたいな、これ見たよな、あれ違う、あれ違うみたいなこうなんていうか落とし穴っていうか、そういうもうほんと見すぎたからね、もうこう一つ一つずっと見て、でその次にパリファッションウィーク、もう全部飛ばしてここからやりたかったんだけど、パリファッションウィークはすごい絶好調で始まって、ディオールでカバンをこうもう一回こう廃盤になってたのかな、こうカバンをもう一回持ち出したなんとカバンをこう復旧こう戻したりして、すごい自分はあまり使わないけど、すごいこう懐かしいこういうカバンをもう一回コレクションに出してて、でその次はサンロラン、イヴ・サンロランって言いたいけど、サンロランで、この新しいデザインあんまり好きじゃないんだよな。もうデザイナーが変わってからお金貯めてデザイナー変わる前にジャケットとか買えばよかったなとか思ったんだけど今のバカレロっていうデザイナーなんだけど、
サンローランをイヴ・サンローランに戻したとか、そうなんて言うんだろう、なんか一人入ってブランド変えてもう一つ戻ってきて取り戻してもうぐっちゃぐちゃなんだよね。もう誰かがブランドのここは変えんなみたいなっていう部分をもう定めてほしいんだよね。とかセリーヌのアクセント取るとか、ああと思って、アクセント取ってんのみたいな、なんで取んのみたいなとか、新しいロゴ見た時にみたいな、なんか足りへんと思って、でアクセントが足りなかったっていう衝撃的な悲しい。でイブでサンローランのコレクションはもう好きな帽子とかそのボホっぽい感じのスタイルで始まって、みたいな、もう分かったっていう部分で始まって、で自分が好きになった部分がヒョウ柄、このカワリとか結構ヒョウ柄とかで人気なんだけど、サンローランのヒョウ柄は若干個性的っていうか、ちょっと若干暗めの色なんだよね。ああいうシャツとかワンピースあったら欲しいな、一着くらい。で次に黒絵が来て、なんかなんて言うんだろう、なんかちっちゃい花とかそういうちっちゃい柄とかでコレクションあったんだけど、もう思ったのがね、フォーエバーとかザラとかある時点で高い服をわざわざちっちゃい花とかそういう誰でも作れる柄で買わないんだよねとか、すごい個性的な花柄とかだったらいいんだけど、って感じだった。で次がオフホワイトで、オフホワイトは結構好きやったな、結構面白いなとか思って、すごいこの行った会場も結構あれ面白くて、白とかを強調的にやったりで、だんだん色がネオンっぽくなって、もう次の春夏はネオンだなとか思って、なんか、黒の中になんかネオンのものないんかなとかすごい探ったんだけど、すごいネオンが流行るんかなみたいな、もう本当に蛍光ペンみたいなネオンってやつがトレンドなんかなとか思って、そこを抑えるべきポイントかな。そのネオンの話なんだけど、結構FF チャンネルも戻ってくるんだけど、 FF チャンネルで結構もう上からドローンで撮ってるか分かんないけど、上からドローンで撮ってるか分かんないんだけど、すごいもういい画質で会場にいるみんなのこういう服装を撮ってて、大体もう本物、大体ファッションウィーク行ってる人はちょっと着飾るんだけど、結構本物の人たちの服装を見れるから面白いかなとか思って、すごい画像そういうコレクションのビデオとか見たら面白い。で次にバルマンで、もうすごい話題になって、テーマグレーっていう知ってる人いるんかな。結構今は舞台衣装とかそういう衣装に心がけてる人なんだけど、結構その人でっかいバーンって出てるショルダーとかを真似したっていう話題になって、でティアム・グレーが作ったコレクションちょっと調べておいたんだけど、確かにちょっと、似てるものが多かったのかな。みんなそれをググってみて、で次がバレンシアガで、
コレクションあんまり好きじゃなかったのかな。もうすごいドーム状になってるところでちょっと暗いところでちょっとちょっとつまんないかなと思って、で次がアレクサンダー・マックイーン。なんていうの、こうもう物が多かったんだよね。物が多いのは自分も好きなんだけど、とにかく物が多くてちょっと重かったかなって。もうブーツも入れてワンドレスも入れて、こうチェーンめっちゃ入れて帽子もかぶって、もうあれこれ入れて、ちょっと重かったのかなと思って。そして次はシャネルで、シャネルのコレクションもやっぱり毎回すごいんだけど、今回はシアターの中で海辺みたいなものをもう波も来てて、すごい服はどうかなって思ったんだけど、すごいもうそう空間がすごかったんだよね。で次がグッチで、すごい昔クラブだったところで行ったコレクションだったんだけど、すごい面白いなと思って。次がミュウミュウだったのかな。ミュウミュウで、ミュウミュウは私個人的に好きなブランドなんだけど、すごいコレクション自体がちっちゃいところでやったかわからないけど、すぐの GoPro みたいなこうちっちゃいカメラでちょっとぐっちゃぐちゃだったんだよね。あんまりコレクション自体は自分好みじゃなかったんだよね。次はジバンシで、ジバンシはちょっとミリタリーっぽい黒とカーキでちょっと結構多かったコレクションで、すごいデザイナーが変わったとしてもちょっとジバンシっぽいものに続けたからすごいいいなと思ったし、次はバレンティーノで、すごいあまり文句言いようがないんかな、自分的にはね。帽子も意外に好きかな。自分は買わないけど、これもでっかい帽子な、買わんけど、すごい雑誌に載るんであろうっていう帽子だったし、あとなんだろう、すごい黒赤ちょっとヌーディっぽい、そういうちょっと順番的にやってて、こうなんて言うんだろう、こう新しいものも作れるようになっていってて、すごいなんかもう本当にストリートウェアではなくて、すごい新しいものも作りつつのこういういい感じのブランドになったんかなれたんかなと思うんだよね。それバレンティーノちょっとずっとちょっと何年か前からずっと少しずつもう一回見てて、確かにそうかなとか思ったんだよね。バレンティーノの面白いのはそういうなんていうの、若い人も使えるし、ちょっと40代の人も使えるし、すごい50代も使えてて、すごいどの世代でもかっこよく綺麗に使えるブランドなんかなと思って。次はセリーヌなんて言うんだろう、何年も気づかれたブランドのエッセンスを一気に捨てたんかなとか思って。なんて言うんだろう、セリーヌを店に入ったりそういう周りの女性とかは使ってたけど、自分はカバンが一番印象的だったんだけど、こうエッセンスがあったんだよね。こういうあれはセリーヌなんだっていうこういうエッセンス的なものがあったんだけど、もうなんかこの前サロハンにおったデザイナーがこうセリーヌに入ってきて、もう全部もうぐっちゃぐちゃにしたんだよね。もうアクセント取りや、もう何年も傷つかれてたこうセリーヌのエッセンスを捨てて、こ
なんて言うんだろう、なんかもったいない人、なんか何年も作り上げたものだったから、もう若干ちょっとこ自分の若い20代にしてはこういうミニドレス着たよなみたいなと思うんだけど、本当に結構アジア系の人がセリーヌを結構好きなみたいなんだけど、セリーヌをすごい好きだった人が今のコレクションを使うんかなっていう疑問がちょっとコレクション見ながら見てたんだけど、なんかコレクションで行う服と店頭に並ぶ服は全然違うものを並ぶと思うんだけど、ねちょっと悲しかったんかな。なんていうんかな、そういういろんなデザインの入れ替えで新しいものを作って、バーバリーもそうだったし、だからバーバリーは少しずつやっていったんだけど、今のセリーの番でもう帰るねみたいなっていう、そうねみたいな。だからその商品開発してどうなるかちょっと楽しみなんだよね。なんかそういうデザイナーの入れ替えでもうなんて言うんだろう、ブランドと相性のあるデザイナーを少し考えてデザインの入れ替えをすればいいのになとか思って、もう色自体もセリーヌとは全然真逆だったし、そこら辺考えていかないと本当は成功してほしいんだけど、購入する人たちはどうかな。次はルイ・ヴィトンで、だいたいパリファッションウィークはルイ・ヴィトンで終わるのが普通なのかな。でルイ・ヴィトンのそういうコレクションが一番わーと思って、そうすごいと思って、ルーブルでピラミッドガラスのピラミッドみたいなやつの周りにもう本当にどでかいランウェイ作って、すごい綺麗な演出をしてたし、でこのビッグ4のファッションウィークを無事終われたんですね。でこの下に登録ボタンがあるから登録をして、で来週コメントも忘れないでね。で私のインスタとかをフォローして、もうストーリーとかちょこちょこずっとアップしたりするし、ここまでの総合まとめをいいねと思ったらいいねボタンを押して、また来週お待ちしております。